ク工房の気軽に楽しむソーイング。今回はナンバー19ハイネックコートの作り方を動画で説明していきます。20番のハイネックジャケットも同じ作り方です。写真は34、35に載っています。これからこのウールのドット柄のジャガード生地でハイネックコートを作っていきます。どうぞ見てください。それではナンバー19ハイネックコートの裁断をしていこうと思います。今回はずいぶん前に買った、水玉のウール、ジャガード織りなんですけども、この生地を使っていこうと思います。ウールとしては、割と薄い方ですね。今回はこのウールの生地を使うんですけども、このデザインいろいろな生地で作っていただけます。薄いものでしたら、こんな麻の素材でもできますし、デニム、これは10オンスぐらいなデニムなんですけども、8から10ぐらいなオンスのデニムだったら作っていただけます。あとこれはウールガーゼなんですけども、こういうウールガーゼの生地でカーディガン代わりに作るようなこともできます。薄手のウール、あと中肉の、これは中肉厚のウールなんですけど、こういうものでも作っていただけます。他にはニットでも、ニットなんかでも本当にカーディガン代わりで作っていただけますので、いろいろな素材で、作ってもらえたらなと思います。それでは裁断をしていきます。本ではこの布一方立ちで裁断してるんですけども、ダブル幅で、上下のないものでしたらこういうふうに差し込みで裁断すると葉弱がちょっと詰まります。 M だと30センチから40センチぐらいは葉弱が少なくて済みますので、布を見て上下のない布でしたらこういうふうに差し込みで裁断すると葉弱も詰まっていいと思います。見返しは荒立ち裁断をして、芯を貼ってからきちんと裁断をするので粗く立っておきます。ちょっと2枚一緒に。そして今回この水玉なんですけども、地の目が、水玉が耳と平行に水玉があるので、この水玉の前端がちょっとずれるとおかしいので、ストライプの時もこういう風にするんですけども、地の目のところで水玉を目印に地の目で先に前端の線を切っておきます。ちょっと表を見ないと切れないので、こちら側からこっちも反対側も切ります。水玉の外側、これで前端をきちんと合わせます。
今回ジャガー通りで、こう切りびつけであるとほつれやすいので、合い印は糸のしつけをしていきます。前見返しと後ろ見返しに接着芯を貼ってきます。接着芯を貼ってきたので、型紙に合わせて裁断をしていきます。
裁断が終わりました。前肩と前襟ぐりから裾まで前端に伸び止めテープを貼ります。前身ごろは左右ともに貼ります。あと後ろ襟ぐりにも伸び止めテープを貼ります。次に縫製前の準備で裾と袖口とポケット口のアイロンをかけます。1センチ折って2.5センチ折るので、まず2センチに印をして布端を合わせて折って1センチで折りました。次に5センチで印をして 2.5 センチの折り上げをしていきます。これは前身ごろですけど、後ろ身ごろと左右の前身ごろの裾も同様にアイロンをかけます。袖口も同じように1センチ折って 2.5 センチでアイロンをかけます。ポケット口も同じように1センチ折って 2.5 センチでアイロンをかけます。見返しの型を縫います。切り込みを入れてアイロンで割ったら外回りをロック始末します。後ろ身ごろ肩線と両脇にロックをかけます。前身ごろも肩線と脇にロックをかけます。袖は袖下に左右ともロックをかけます。あとポケットの周りにもロックをかけておきます。あと見返しの外回りにもロックをかけていきます。前肩にロックミシンをかけます。脇にロックミシンをかけます。ポケット周りにロックミシンをかけます。袖下にロックミシンをかけます。ロック目は上側が表目なんですけども、A ラインの時などは下からかけた方が縫い目が伸びない原理になっているので、縫い目を気にしないような時は、裏面が表目になるんですけども、裏面を見てロックをかけても良いです。見返し周りをロックします。
前後のアームホールに伸び止めテープを貼ります。伸び止めテープ、これは裏なしで作るので、裏なしの時に裏側に伸び止めテープを貼ってしまうと、こう脱いだ時に伸び止めテープが見えてしまうので、それを防ぐために表側に縫い代に隠れる幅で貼っていきます。7ミリぐらいの伸び止めテープが理想なんですけども、なかなかそういう幅のものって皆さん持っておられないと思うので、私はこの 1.2 センチ幅のものを半分に切ります。半分に切ると6ミリになるんですけど、これをこのまま使います。こう半分に切ったものを縫い代の端に合わせて貼ります。ただちょっと縫い代のところこう折り返ってくるので、縫い代脇 1.5 センチ、肩1センチのところにははみ出ないように貼ってください。この辺からこう縫い代の端に合うように合わせて貼ります。これで1センチで縫うとこう伸び止めが隠れてしまうようになります。本来ならば伸びたくないところは縫う位置にかかっていた方がいいんですけども、裏なしのジャケットの場合はこういうふうにして、この端は伸びなくなっているので、貼ってない方と比べると貼ってある方はこんだけ伸びるんですけど、貼ってある方はほとんど伸びない。これだけでも伸び止めの価値があるので、こういうふうにアームホール、裏なしのジャケットなどのアームホールは伸び止めテープを貼ってみてください。これは後ろ身ごろですけど、前も同じようにして貼ります。ポケットを作ります。まずポケットの出来上がりの大きさをこのお菓子の箱などでいいんですけども、厚紙に写していきます。型紙、抜き取った型紙には出来上がりがありませんので、まず出来上がりの線を描きます。ポケット口は 3.5 センチの縫い代がついていて、このポケット周りは 1.5 センチついているので、ここから 3.5 センチポケット周りは 1.5 センチ内側にとりあえず線を引きます。出来上がりの線が描けたら、厚紙の上に、これはチャコペーパーなんですけど、これを置いて、この出来上がりをルレットで印をしていきます。ちょっと動かないように文鎮をのせます。出来上がりの線が写せたので、これをハサミで切っていきます。ポケット周り5ミリのところを粗い縫い目で縫います。目を粗くして糸を上糸下糸長くしておきます。
ケット口両端を中縫いしていきます。このポケット口上端を反対に折って見返し側を少し引きます。少し出します。出すことによって裏の控えになります。中縫いをしたらこれをひっくり返します。目打ちで角を出してこの先ほど作った厚紙を中に入れます。中に入れたら粗く縫った縫い目の上糸、上側の糸だけを引きます。引いてくるとこの底が丸くなってくるので形を整えてください。これで形が整ったらアイロンで形を作っていきます。これで一度厚紙を抜きます。抜いてもう一度アイロンでしっかり形を作っていきます。熱をこうやって取ると形が整いやすくなります。これでポケットの形を作ることができたので身ごろに縫い付けていこうと思います。ポケット口の縫い代端を縫います。いきなり厚いところを縫うと、下糸がこうゴロゴロしてしまうのでいらない同じぐらいの厚みのものを先に縫っておきます。この続きに縫います。ポケットを前身ごろのしつけの位置に合わせたら周囲を3ミリで縫っていきます。これは生地の厚みによって細い 1,2 ミリのステッチでもいいですし、厚地だとちょっと太めの方が良いと思います。肩線を中表で1センチで縫います。肩は伸びやすいので、伸びにくい伸び止めの貼ってある方を上にして縫うといいです。肩線の縫い代を割ります。
襟の立ち上がるところはカーブしているので、見返しで隠れる部分のみ縫い代に切り込みを入れてから割ります。次に見返しと身ごろを中表で合わせます。合い印があるので合い印を合わせていきます。見返しの縫い代は生地が厚い時はこう半分に切ると良いです。縫う時には、この身ごろには伸び止めが貼ってあってこう引っ張っても伸びないんですけど、見返しは芯は貼ってあるんですけど、芯もこの部分はややバイアス気味なので引っ張ると伸びてしまいます。こういう時には伸びない側を上にして縫うと、送り刃で伸びる部分はこう縮ませて縫うことができるので、伸び止めのある方を上にして縫うと良いです。ここも半分に切ります。ちょっと先にカットしていたので今カットするものはなかったんですが、こう厚い生地の時にはなるべく薄く仕上げた方が綺麗なので、多いものは半分に切るとか、そういうことをすると綺麗に仕上がります。身ごろと見返し端を縫います。厚い生地だと送り刃でだんだんと下がこう縮こまって短く縫い上がってしまうことがあるので、下側はちょっと引っ張り気味に縫うと良いです。縫い代のカットをしてから見返しを返していきます。まず裾の端は三角に3ミリぐらい残して三角に切り落とします。残り見返しは半分に切ります。これは段差カットと言います。だんだんに薄くなるので仕上がりがすっきりきれいになります。ここは縫い代をカットしてしまうので、もう一度ここをミシンで縫っておきます。
返し縫いがここの部分の見返しの返し縫いが切れてしまうので、もう一度縫っておきます。後ろえりぐりは切り込みをちょっとカーブしているので、この辺りから切り込みを入れます。これでアイロンをかけていきます。アイロンのかけ方としては、表側に向かって縫い目が2ミリ見えるようにアイロンをかける。またはこれがやりにくい方は袖馬やこういう料理用の綿棒なんですけど、こういうものを使ってまず縫い代を割ってから控えるときれいに裏が控えられます。それではアイロンをかけていきます。まずは、ひっくり返し方なんですけども、見返し側ではなく表側に向かって2ミリで2ミリ縫い目から2ミリ見えるようにアイロンをかけてひっくり返す方法と、またはちょっと厚地の時はやっぱり割った方がきれいにひっくり返りやすいので、こういう袖マンを使ってアイロンでこう縫い代を割る。またはこういう料理用の綿棒で細かいところは割と端まで割れるので、こういう料理用の綿棒を使って割ってもいいです。これで一通りぐるっと割ってからこうひっくり返すときれいに裏を 1,2 ミリ控えてアイロンをかけることができます。ちょっとやってみます。今回はこれを使って割ります。前端のまっすぐな部分はこうまっすぐアイロン台の上でまっすぐ整えて、こう歪んだり曲がったりせずにまっすぐ整えて裏を控えてアイロンをかけていきます。見返しの裾は先に折っておいたこの裾の縫い代の延長で控えながらつながりよくアイロンをかけます。
アイロンをかけた後はこう熱を取るときれいに布が定まります。こういうまんじゅうがあればこういうので取ってもいいし、長袖着ておられたらこうやって腕で熱を取ってもいいので、熱を取るとすっきりときれいに仕上がります。この裾の角は直角になるように整えてからアイロンをかけてください。きれいに控えられました。次に前端に裏コバステッチをかけていきます。先ほどここにもう一度見返しを切ったためにほつれやすいので、ここにもう一度ステッチをかけると言ったんですけど、裏コバステッチで縫い代も止まってしまうので、裏コバステッチをかければここの補強のステッチはなくても良いです。前端から襟ぐりに裏コバステッチをかけていきます。裏コバステッチというのは、見返しと縫い代のみにステッチがかかって表には出ないので、こう返した時に表からはステッチがかかっているように見えないステッチのことです。裏コバステッチをかけることによって縫い代のこうふわふわっとしたのがこう押さえられて、表から見返しが吹き出にくくなります。これもこの辺が縫ってあるので縫えるところからでいいです。コバステッチというのは布によって変わりますけど、薄い布だと1ミリだったり、厚い布だと1ミリ半から2ミリぐらいのところで縫うということになります。時々こう見て縫い代が身ごろ側に返ってないか確認しながら縫っていきます。後ろ襟ぐり見返し端にステッチをかけます。端から5ミリのところにステッチをかけていきます。次に脇を中表で 1.5 センチで縫います。脇の縫い代を割ります。割るときに裾の出来上がりのところまで縫い代を半分にカットしておきます。こうすることで薄く仕上がるので、すっきりと仕上げることができます。
ウールなんか割った後はさっき見返しの時でもしたんですけど、蒸気アイロンかけた後にこうやって熱と蒸気を取るとピタッときれいに仕上がります。こうアイロンかけただけではこうふんわりふわっとしてしまうので、やはり熱を取ることがきれいに仕上げるコツです。袖下を中表で 1.5 センチで縫います。袖下をアイロンで割ります。裾と同様に縫い代を出来上がり折り目出来上がりのところまで半分に切ってすっきりとさせておきます。袖口の縫い代端 1,2 ミリのところを縫っていきます。袖に伊勢を入れていきます。お袖の袖山の中心から1個2個目までの合い印の間に伊勢が入っています。そんなにたくさんは入っていないんですが、串を1本入れていきます。前後とも中心から1個2個1個2個2個目から2個目まで、伊勢を入れていきます。縫い目を普通、2ぐらいで縫っているのを 2.5 ぐらいの縫い目の幅にしてもらって、下糸両方下糸を長くしておきます。これで7ミリのところを縫っていきます。最後も下糸を長くして切っておきます。これで、片方上糸だけをこう引っ張って伊勢を入れていきます。前後ともに引っ張ります。これでちょっと立体的なお袖になりました。この波打ちをちょっとアイロンで押さえていきます。お袖に伊勢を入れてきたんですけど、この縫い代の端がこう波打っているので、この波打ちをアイロンで消していきます。この辺りにシワがない状態に平らなところでアイロンをこういうふうにかけると、ここのシワがなくなってきます。5センチぐらいずつこう平らなところにのせて、こう伊勢を布にすり込むようにアイロンをかけます。こうすることによって先ほどここ波打っていたものがなくなり
ました。さっきのように平面でやってもいいですし、袖馬など持っておられる方がおられたらこういうふうに乗せて伊勢を落ち着かせても良いです。なかなか立体的なので平らなところでもやりにくいと思うので、こういうものがある方は、袖馬を使うとこうもう袖のように立体になっているんですけども、こういうふうにしてから袖をつけるととてもつけやすいです。これでお袖をこう中表にしてお袖側から縫っていくんですけど、こう合い印を合わせて待ち針を打っておきます。こう合わせてみて、伊勢を入れすぎてたら少しこうほどくようにして1センチ内側で合うように合わせてください。これでいい感じに合ってきました。袖ぐりを1センチで縫います。袖ぐりは鎌底から前後10センチ程度は2度縫い、二重縫いに補強のために二重縫いにするので、鎌底から10センチ手前から縫い始めます。これでぐるっと一周今縫ってきたので、ここから二重縫いをしていきます。袖にロックミシンをかけます。鎌底からかけていきます。一周ちょっと手前まで来たら、この最初の糸を切って、ここからはメスをロックします。動かないようにして2センチ重ねます。2センチ重ねたら押さえを上げて布を直角にします。これでもう一度押さえを下ろして空縫いをしてください。こうすることによってロック目の浮きがなく、あとこの糸端をロック目の中にこう針でしまうんですけど、そうした時にここが違和感のない綺麗な状態で仕上がります。先ほど縫ったロックの糸端を縫い目の中にしまいます。これはループ返しを使っているんですけど、とじ針、大きい針目のとじ針などで中に入れても良いです。次に袖山の前後7センチほど、これにアイロンをかけます。アイロンといっても
ここをペタッと潰すのではなく、蒸気アイロンで形を整えるだけにしておきます。これは袖馬を使ってるんですけど、縫い代を袖側に倒して、こう蒸気だけシャーッと出して、こうアイロンは身ごろにはつけません。蒸気アイロンだけして、この縫い代をちょっと落ち着かせます。裾の三つ折り端を縫っていきます。見返しの中にはこう平らなところに置いて、収まりのいいように中に入れます。ちょっと待ち針をしておきます。いきなり厚いところを縫うと縫い目がぐちゃぐちゃになりやすいので、捨て布を同じぐらいの厚みの布を縫った続きに縫っていきます。ボタンホールとボタンをつけました。これで完成です。ハイネックコートが完成しました。このコートなんですけど、ウールで作っていて、ウールでもこう裏をつけていません。裏がないと滑りが悪いんじゃないかと思う方もおられると思うんですけども、カーディガン代わりに着ていただけるようなというイメージで作っています。で、袖も割とカチッとした袖山の高い袖ではなくて、ちょっとカジュアルな袖にしています。どちらかというとブラウスを作っているような感覚でコートを作ってもらいたいなと思ってこのデザインにしています。襟も別の襟はついてなくて、前身ごろと後ろ身ごろのみでハイネックにしています。あとボタンなんですけど、指定のボタンよりもちょっと大きくしています。ボタンは好きな大きさで着てみて、生地に合わせて決めてみてもらったら良いと思います。割と作りやすいコートですので、皆さんも作ってみてください。工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。